突然ですが、もしあなたのすぐそばに無条件にあなたを愛し、応援してくれる存在がいるとしたら、そしてあなたが一人一宇宙だとしたら、どう感じますか？このチャンネルでよくご紹介しているネドジュンさんは、実際に背中に神様のような存在を感じると語っています。その話が真実かどうか、信じるか信じないかは一旦置いといて、もしそんな存在がいるという感覚を感じてみたら、とてつもない安心感に包まれて過ごせると思いませんか？社会の評価や自分ドラマにすり減ることなく、もっとのびのびと自分らしくいられるでしょう。今回はネドジュンさんの感じる後ろの神様についてご紹介します。体の力を緩めてゆったりとした気分でお聞きください。背中にいる神様の感覚。ネドジュンさんはある時からこんな感覚を持つようになったそうです。背中に神様のような存在がいて、私という意識を通して一緒に世界を見てくれている。それは以前自動思考があった頃、もっと良くならなくちゃとか、未来ばかりを追いかけて前のめりになっていた時期を経て、自動思考がなくなり、今ここに意識がすっと収まった時に訪れた感覚でした。意識が今ここに整った瞬間、背中の奥の方に計り知れないほどの優しい愛の存在を感じたのです。その存在は私を無条件に受け入れ、一緒にいてくれて、私の目を通してこの世界を静かに見守ってくれている。そんな感覚です。私という意識。私たちは普段、私たちはこういう人間だと、住んでいる場所や職業、肩書きなどで自分を定義しがちです。自分という曖昧な感覚や意識は、社会的な見方や評価基準に絡め取られやすいものです。その結果、本来の自己とは異なる、こうあるべき、変わるべきといった社会からの重圧を感じ、身動きが取れなくなってしまっています。これが私がおぼろげながらに抱いている自分のイメージです。そして自分の意識、私という意識、ちょっと集中して、その私は体のどこにあると感じますか？例えば何か言葉に傷ついたり、心が痛む場合、胸のあたりですか？誰かに見つめられていると強く感じるとき、目や顔の周り。おそらく意識が一番濃くあるのは目のあたりから顔全体にかけてかもしれません。イラストの顔の前のレンズのような部分です。これがまず一つ、最初に基本となる私意識です。これはもう明らかに存在すると思います。私意識。ここをバーンと傷つけられると、ものすごくショックを受けて傷つくというような自分の場所です。大きな無意識と後ろの神様。そしてさらに背中に2つの大きな柱を感じます。その一つが大きな無意識である本体さんです。本体さんは私たちの背中側から入ってきて、まるで命の源のように働いている存在です。その本体さんは私たちの体のすべての細胞を一秒一秒完璧なバランスで調整し、生かし続けてくれているように感じられます。けれど不思議なことに、この本体さんと私という顔の意識は全く直接は触れ合っていません。いわば全く別の次元にある存在。体の奥深くに確かに存在しているのに、触れているようで触れていない。本体さんを感じようとすると、それは体の感覚を通じてということになります。例えば細胞の反応、神経の微細な動き、
内側から満ちるようなエネルギー感、そうしたものを通して、なんとなく本体さんの気配のようなものが感じられます。でも本体さんの意識はあまりにも大きく深く広すぎるため、私というこの小さな意識では、直接それに触れることはできないようにできている。そんな風にも感じるのです。そして興味深いのは、本体さんは私に命令したり、指示を与えたりすることがないということ。私がかつてイメージの中で出会ったとき、本体さんは目を閉じていました。それはまるで、あなたの生き方はあなたに任せてあるよ、と全信頼を持って背中を押してくれているような、そんな感じでした。本来なら体を動かし生命を維持している張本人のはずの本体さんが、この小さな私に人生という舞台を委ねてくれている。どう生きるかはお前に任せたよ。そんな風に目をつぶってくれているように感じられたのです。だからこそ本体さんがもっと頑張れとか、そんなのではダメだとプレッシャーを与えてくることはないのです。むしろそれとは正反対。ただ静かに、温かく、穏やかに、黙って生かしてくれている。存在そのものが支えであり、根っこであり、何も語らずとも生きていていい、そのままでいていいと伝えてくれているような、そんな大きな存在なのです。私の感覚では、この本体さんは背中の奥からさらに後方へずっと伸びているイメージです。まるで時間や空間を超えたところから、この私という意識を静かに支えてくれているような、大いなる無意識の柱のような存在です。そしてもう一つは後ろの神様。そして精神という神様とはこんな存在です。圧倒的に大きくて温かくて、どこまでも優しいその神様が、私の背後からそーっと意識を覗き込んでいるような感覚があるのです。まるで私という私意識を目のレンズのようにして、私が見ている世界を一緒に見てくれている。そんな風に感じます。私が失敗したり、落ち込んだり、思い切り迷ったりしても、その神様をジャッジすることなく、なんて面白い体験をしているんだと微笑みながら、一緒に喜んで体験してくれているようなのです。なぜなら神様という存在は失敗という概念すら超えているからです。神様が失敗しようと思えば完璧にその通りに失敗をデザインできてしまう。思いがけないこと、うまくいかないことという現象がそもそも起こり得ないのです。それほどまでに想像を超える全能性と想像力を持った存在。宇宙を思えば宇宙ができてしまう。それほどのエネルギーが私の意識の後ろから私の目を通して世界を共に見ている。そんな実感があります。私がどこかに向かってさまよったり、悩みながら遠回りしていても、神様はそのすべてを受け入れ、楽しみ、そんな体験ができるなんて素晴らしいと、私という小さな存在に心から共鳴してくれているのです。時折私はそっと後ろに意識を向けてみます。するとそこに明らかに私ではない誰かが私を見守ってくれている気配があるのです。それはただのイメージかもしれません。でも感じるかどうかにかかわらず、とてつもなく大きな意識がそこにいて、私という小さな意識を成立させてくれているように感じるのです。それが後ろの神様です。この神様は体を支えてくれている本体さんとはまた異なり、精神としての私、意識としての私を支えてくれている存在です。
この神様を意識すると、私という存在は今のままでいい。そのまま進んでいいんだ。という深い安心感が広がります。面白い、最高だよ、もっともっといけ、と後ろから全力で応援してくれているような感覚さえ湧いてきます。私は時々、そっと後ろに語りかけます。神様、どうですか？今日もね、私失敗しちゃいました。でも、ちゃんと見ててくれてますよね。神様が作ってくれたこの世界、本当に美しいです。そんな風に、美しい夕日や静かな自然の中で、神様と一緒に見るという体験をすると、その瞬間の感動が何倍にもなって、胸いっぱいに広がっていくのです。これはあくまで私の個人的な憶測ですが、本体さんはおそらく地球という巨大な意識体を経由して、この肉体に届いているような存在。つまり、生命の設計図を管理するような地球モードのチャンネルを通って、私たちの細胞や神経の一つ一つを今この瞬間も調律し続けてくれている。一方、精神としての神様は、それとは別ルートを通って、私という意識そのものを創造し、見守ってくれている存在。なぜなら神様は失敗ができない。だからこそ、自分を一旦分離させた意識として生み出し、この私たちの目を通して初めて、自分が作った世界を内側から見るという体験ができるのではないか。それこそが私たちの意識が存在している意義なのではないか。そんな風に感じるのです。このように自分という存在の成り立ちに静かに意識を向けていくと、私たちは社会が押し付けてくるような表面的なイメージや評価に巻き込まれずに済みます。その代わりに、今この瞬間生かされている、この意識があるだけですでに奇跡、そんな感覚が静かに溢れてきて、どこかありのままの自分でいていいんだという安心感に包まれていくのです。一人一宇宙、神様と共に生きる。そして私の誕生日の日に皆様から本当にたくさんの祝福をいただきました。動画を作ってくださったり、コメントを寄せてくださったり、あの瞬間、まるで信じられないようなエネルギーが私のもとに届いたのです。いつもとは明らかに違う、何かに包まれているような感覚。そしてその瞬間、頭の中にビジョンが広がっていきました。あの日、皆様の祝福のエネルギーによって見えた。それがこのイラストです。私の背中の向こうに見えたのは大きな球体。地球のようで、でも地球そのものではない。いくつもの地球が重なり合って、透明で無数のレイヤーを持つような、時間軸なのか、次元なのか、あるいはパラレルワールドなのか、一つの地球の意識の塊が重層的に広がっていたのです。そしてその前を白く小さなお米のような光の粒がぴょんぴょんと飛び回っている。一粒一粒がまるで命そのものであり、その先端にはコンタクトレンズのようなレンズ状の存在がついている。それが私という意識。私たちは自分を神様だとは全然思えない存在。その切り離された意識としての私という意識が、このコンタクトレンズのような部分で、そしてこの後のお米のような白く光って見える光。これが後ろの神様です。
遠くから見ると米粒がふわふわと飛んでいるように見えたのですが、意識を集中してみると、その一粒の中には丸ごと宇宙が想像できてしまうほどのとてつもないエネルギーが詰まっていたのです。つまり、後ろの神様と呼ぶこの存在は、創造主そのものであり、宇宙そのものを動かす力を持っている。それが私の意識のすぐ背後に静かにくっついていて、迷いながら、間違いながら、揺れながら進んでいく私のすべてを、楽しそうに、微笑みながら、愛おしそうに、一緒に体験してくれているんです。すごい、すごい、ありがとう。そんな感じで、白いお米のような神様が、ずーっと背後から私についてきてくれている。そんな感覚を無数の存在として同時に感じました。このビジョンを通して私が受け取ったのは、私たち一人一人の意識はそれぞれが一つの宇宙を持っていて、神様と一緒にその宇宙を生きているということ。私たちは共通データとして後ろの背景に地球があるので同じ場所にいるようにお互い見える。でも実は意識そのものは全く別々の宇宙に属している。私という意識は奇跡。この意識、この体、神様と一緒に体験するために生まれたかけがえのない一人一宇宙そのものなのです。いかがでしたでしょうか？ホーキンズ博士は言います。意識レベルによって感じる世界が全く違ってくると。自動思考が静まり、おそらく悟りの意識レベルに達しているネドジュンさんには、このような世界がごく自然に感じられているものだと思います。だからこそいつも安心して穏やかに幸せでいられる。私たちもその世界観をちょっと想像してみましょう。一人一宇宙。背中から本体さんが命を支え、後ろの神様があなたの意識をそっと見守ってくれている。この二つの柱を感じてみてください。美しい自然、夕日、音、空気。その瞬間に感じる感動を後ろの神様と一緒に味わってみてください。神様ありがとう。この世界本当に美しいですと心の中で語りかけるように。そんな風に日々を過ごしていれば、私たちはもう社会から与えられる価値観や誰かとの比較に振り回されることなく、不安や心配がなくなり、ネガティブな自動思考は減り、今ここにいられる時間が長くなるでしょう。そうしていつか背中の神様がそっとあなたの肩に手を添えてくれているような、そんな感覚が不意に訪れるかもしれません。